よろしくお願いします。お願いします。すみません、ちょっと邪魔が入るばっかり。大丈夫です。ドアンダーです。マジだ。じゃあアンダー。じゃあこの前なんか話されたことから、はい。ちょっとお話聞かせていただけますか。車が流れる曲がるとき。ああ、めっちゃアンダーです。リバースアンダーですね。流れるときに曲がる時の姿勢でピッチングを使うという話をされてて、それがどうも理解できなくて、頭では分かってても、その姿勢作りすらできてない時にもアクセル回して行こうとしてたので、多分それが違うのかな。違うっていうわけでもないんだろうけど、アクセルで曲げようってそう感じなんですかね。結構ありがちな僕たちがよくシャピるっていうみんなが通る道、それだとその次の動きをさしたいときに、リアタイ車を着地させるとかっていうのがあるんですけど、それができなかったりっていうのをなっちゃうんで、結局リアのタイヤを回復するまで待たないといけない。そうですような感じの状態なんですけど、さっきのあれですね、四角に曲がるときに、ですね、今までアクセルでブーンって回して、90度で回ってでも隊長の場合はブレーキをかけてリアを滑らせて、方向転換、その連続。自分の考えてたのこと真逆だった。なんか感じられるのは、実際僕もそうだったんですけど、操作逆だなって実際感じました。いろいろ教わっていくうちに、アクセルで持っていこうってするんじゃなくて、車の姿勢作りとかいうのを考えると、抜く方で向きを変えるみたいな感じですよね。それが極端にブレーキを短い範囲でブレーキを入れたり抜いたりしちゃうと、ブレーキ入れたところからアクセルがでこう入れたり進んで走ってるしだと結局ブレーキからアクセルに入れるところでの姿勢が戻っちゃったりなっちゃうんで、それは極端な話はそれで大丈夫なのかなと思うんですけど、実際にでも隊長とか宮本さんとかはもう次の進入、次のコーナーの時にも車がもうその向きにできてるんですよ。そうですね、そこまで。そうですね、もうだけど次の姿勢ができるまでの間のタイムロスが自分にはあるんで、やっぱコーナーで全部離されて今ちょっと一緒に走らせてもらったんですけどちょっと試しにですね、やっぱりこのコーナーがつながってない、姿勢が戻ったりっていうのがあるのかなと。結局アクセルのオンオフっていう状態が結構多いのかな。そのオフを0までオフにするのか、1、2残して、例えば5で走ってて0にするのと、5に走って3、2とかそっちで言うと難しいですねその車の状態とかによってもやっぱりアクセルの入れるタイミング、抜くタイミングってやっぱ違うんで、それはやっぱタイヤをこう感じるですよねっていうのを、なんで一番最初にここでブレーキをかけて向きを抜いて向きを変える、意識をするんですけど、この抜いたところからのこのアクセルを入れるタイミングと入れる回路、そうですね。回路っていうよりは車の挙動に対しての
感じないといけないですよね。ですよね。タイヤのグリップを探る動作が必要になってきます。ですよね。だから多分ですね、その一個一個の操作を考えてしまうと、その一個一個の操作しかならないんですけど、はい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 。例えばブレーキを入れるってなっちゃうと、多分こんな動きになっちゃうんですけど、ブレーキを入れるところからアクセルをちょっと早めに入れる。ブレーキ入れるんですけど、すぐほんと一瞬ですね。ほんと一瞬でブレーキあるのこらブレーキを一応探って、自分の車だから特にどれぐらいでブレーキ、どれぐらいで姿勢っていうのはこう知る必要があるかなですよね。ってなってくると、自分の車のポテンシャルを探る必要がまだ何も見えてませんけど。なんでアクセルでこう持っていくんじゃなくて、抜く方向で向きを変える。感じがいいんじゃないかな。もう曲がるだけじゃなくてコーナーもなんですけど、コーナーもこの辺もそんなに。これはでも結構アクセルをしっかり細かくこれ多分ですね、この四角く回るっていうのの、を細かくやってるだけだと。極端にやるとこんな感じですよね。極端にやるとこれをただ細かくってことはですね、リアタイヤを意識するだけじゃなくて、フロントタイヤも大丈夫立つんだ。痛くねえし大丈夫。びっくりしただけ。びっくりしたね。大丈夫。それをどれだけつなげれるかですよね。そうなんですよね。なるべく流れを途切らさないようにつなげていく意識を持っていった方が、ただ一個一個のことをやっちゃうと結局だってやっぱ姿勢も戻ってしまうし、結局その姿勢を作る動作、すげえ。姿勢を作ることを考えて動かす。リアだけじゃなくフロントだけじゃなく車全体ですよね。ですねの動きとやっぱ流れやっぱ流れがしっかりつながってないと次の動作に入れない。抜いた状態の時に次どの方向にどれだけ曲げていこうっていう考えながらすげえ。かなって思います。結局その一個一個の動作だとどうもならないっていうこと難しい。そうですね。まずは抜いて向きを変えるっていうのを、その状況によってですね、ブレーキを入れる、入れないは、ブレーキ入れなくても
ギアをしっかり使ってあげると抜くだけでこうポンって向きは変わってくれるんで。変わった後ですもんね。変わった後を想定して乗ってない状態です今のは。でもしっかり抜いて姿勢作ってるになってきてるような気はします。意識的には姿勢が抜いて姿勢が戻ってしまう前にアクセルコントロールをし始める。そんな繊細な。繊細ですね、めちゃくちゃ。なんで昔から繊細でした。あとはやっぱ重要なのはやっぱ流れをつなげることですかね。ですよね。はい、流れをまず流れをつなげる。で抜いて向きを変える。その状況によってはブレーキを入れる。グリップでも多分一緒ですね。ドリフトでもグリップでもですよね。抜きながら、いやでもいいアンダーになってるんで今までだったらオーバーだと思います。はい、さっきまでだったらオーバーの方が多いのかな。オーバーでしょ。なんだオーバーだったら回復するのを待っとくしかないじゃないと踏めないですよね。アクセル、入れていけないですよね。アンダーの状態だとアクセルで車の向きを変えれるんです。ちょっと多めに入れてみたりとか入れ具合をちょっと変えてみたりする。でもしっかり車の向きが変わってないとその方向にしか行かない。ただ入れるって言ってもガツンって入れるのではなく、入れるっていうのでもそのタイヤの感覚があるんで、タイヤのもうグリップの限界の感覚とかがあるんで、回す力と押す力と一緒です。そうですね。それを加減してやらないといけないわけです。だけどその車の曲がっていこうっていうスピードとアンダーの状態を考えながらアクセルを入れてやらないと、ギュンって入れたら押す力が強かったりするんで、ちょっとゆっくり入れていく。ちょっとずつ曲がっていく。ちょっと待ってくださいね。でアクセルをちょっとずつ入れて、ちょっとずつ入れて、ちょんちょんちょんってささぐるから、ちょん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 。だから車の向きも変わっていく。変わってくるんですよね。これちょっと荒いかもしれないですね。もうちょっと小刻み。小刻み難しかったですね。こう動かそうって思っちゃうけなんですけど、タイヤをこうちょっと書いてみようかな。指を動かすんじゃなくてタイヤを書こうっていう。で車の動きをそんなにタイヤを感じる。さっきみたいにピョコピョコならないですよね。セニャンって思っちゃうと落ち着けちゃうんですよ。でタイヤを感じる。その小刻みですよね。そうですね。小刻みっていうかタイヤの感覚を感じるつもりで今ちょっと荒かったです。いや、そこの加減は本当難しい。そうですね。そこはもうやっていってタイヤの感触を味わうっていうところで、この前隊長のが、ロングのシャージだったから、それが分かりやすい、書くっていうのが、本当に見て伝わる。そうですよね。それを見ちゃうと見て合わせちゃうんです。それに合わせてピッチングに合わせて入れちゃうんですよね。それだと
チングしちゃうんです。なるほど。はい、今のいいですね。最初はでもピッチングを見ちゃうんですよね、やっぱり。でも見ちゃうとそれが車にもやっぱり見て合わせていっちゃうんで、それが出ちゃうんです。車を見て操作してる、自分が乗ってる操作感とはまた違う。じゃあまた違う、その車の動きを見て操作しちゃってる。なんでそれをでもなんか車の動き変わりましたよね。いや全然最初と全然違うんで、そうですよね。車の重量感もまた出てる感じは本当ですよね。そうですね。あそこもピシッと、あとは自分で曲がれるスピードっていうのを把握して、確実にこのスピードで回れますよっていうスピードまで落とすっていうのも大事ですよね。はい、大事ですね。最初のうちは自信があるスピード、今のは全然 100% 超えちゃってるんで、僕たちが今よく言ってるのは 80% こういう状態でもコントロールできるっていうのをちょっとしてるんですけど、乗り切らん。はい、今の車速が 100% 超えてたんで、これも車速ですよね。減速できてないちょっと待って、レリコお片付けしよう。お片付けしよう。大丈夫、そこ使ってないけん大丈夫。使えない状態だ。レリコ最高、ナイスアイディア。もうクローラーになったセンスありです。でもそんな感じですね。なんか、はい、なんかその向き合い方っていうか、その感じ方、車動きを見るんじゃなくて動きを感じるっていうのが俺は大事なのかな。すげえ。なんかカーブも曲がる時もすごい自然に、で次の加速も行きやすいですよね。加速するスピード速くなりましたよね。なぜかっていうと、やっぱりコーナーの途中からもう今のところからもう加速してるんです。今までだったら多分ここから加速だと思う。オーバーだから、オーバーから戻ってで、今だったらここから加速してるんです。ちょっと待って、感じたら見たる。自分でコントロールできるスピードが減速、意外とですね、それを減速しすぎたかなと思うけど加速するんで、多分今までよりかちょっと全体的な車速は上がるような感じがします。アクセルがすごい滑らかになってます。はい、100%。レイ君、お願い。あれが。パパの車。大変。レスキュー。ありがとう。待て。殴んな。裸だ。はめて。ナイス。ありがとう。と車が自然に曲がる姿勢になってこようとしてる、なんで投げやすい。なんだろう、この感覚、さっきと違う。そうなんですよ。タイヤ、車の動きを見ながらしちゃうと動きに合わせちゃう。じゃあ今度車の動きに合わせてください。ぎこちなくなります。なんか気持ち悪いですよね。これをリアタイヤとフロントタイヤを感じる、タイヤを感じて走る。となるとやっぱり操作も
構慎重になりますよね。その慎重なぐらいが必要なんです。いいですね。ちゃんと車が止まってるんです横にピタって、今までだったらそうずーっと流れたまんまですよね。うんそれが道を戻そうと思ってそれが待つか。オーバーなんです。オーバーはもうダラーっていったら、次戻す時もダラーってしかならない。これもそうなんですよ。アンダーの状態だとまっすぐ車が横にちょっとギュッて止まるんですよね。前と後ろのタイヤでガーッと踏まって回しているのが伝わそれがアンダーの方が曲がりやすいっていうのがそれです。フロントタイヤの抵抗もできるんで、曲がりやすくなる。で止まる分ちゃんと止まる。もう極端な話、ハンドルも曲がる途中でハンドル離してもそうです。あとはもうリアの、ブレないみたいな。リアをコントロールして走れるんでめっちゃ走りやすくなってるかもしれないなんか外れたんですよ絶対その小刻みで踏んで曲がる、踏んで止まるの調整もしやすいのかな。それがタイヤのコントロールですね。感じてコントロールするっていうところ。それをしていくとピッチングというか、俺が最初伝えたかったピッチングしながら曲がっていく方向に見えよったんでしょうね。ただ実際ピッチング見えてなくてもやってるんで、見えるほどなってないだけで、ピッチングしてないよねと思ってもピッチングしてますし、もうまっすぐ走っとってもどっちかに荷重は乗ってるんですね。もう今の状態でもどっちかには乗ってる。流れるスピードまで落とすっていうのはブレーキの練習にもなります。急ブレーキかけずになるべくスムーズにブレーキをかけていける練習。キュッてやっちゃうともう抜けちゃうんで。そう抜くといい。どれだけ滑らかに、どれだけ短く短く、なるほどですね。そうですね。もうでも最初のうちはもう長いブレーキでいいと思う。その車のポテンシャルをしっかり味わわないといけないね。どこが限界っていうのでも踏んでいくところがちゃんと踏めてるから加速はしています。さっきよりはオーバーだとケツ流れちゃうんで、回復するまでアクセル入れれない。確かに本当にその違いはめっちゃあると思う。そうすることによって車は勝手にピッチングして曲がろうっていう方向が分かってくるので、あとはそれに添えてやる、操作を添えてあげるっていう感じでいいんじゃないかな。試しに曲がれーって自分で押し付けてやってください曲がれー曲がれー曲がれー曲がらっていうことですちょっと待って、なんか出てきた。すいませんもう、すいません隊長まですいません親子で迷惑かけてる最高ですじゃあ今日はこれを集中してわかりました。練習してみてください。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。